皆さんこんにちは、田中です。あっという間に今年もあと1ヶ月ほどですね。2022年は皆さんにとってどんな年でしたか？さて、今日の田中ラジオのテーマは、英語に翻訳できない日本語です。皆さんは日本語を勉強しているときに、ご自身の母国語には翻訳できない言葉を見つけたことはありますか？例えば、いただきますとか、よろしくお願いしますという言葉は、英語に直訳することが難しい言葉としてとても有名だと思います。今日は日常生活の中でよく使う日本語の中で、私が個人的にこれは英語に翻訳できないなと思った言葉を3つご紹介しようと思います。1つ目は、お待たせという言葉です。この言葉は、例えば友達との待ち合わせに数分遅れた時とか、少しだけ相手を待たせた時に使います。遅れた時、普通は遅れてごめんねとか、遅れてすみませんと言いますが、例えば相手を待たせたのが数分くらいで、遅れてごめんねと謝るほど長い時間でもない時に気軽に使える便利な言葉です。お待たせという言葉は、私があなたを待たせたことを分かっていますよということを相手に示しながら、遅れてごめんねという意味と、待ってくれていてありがとうという意味が含まれた言葉だと思います。個人差はありますが、私個人的には相手を待たせたのが5分以内の時はお待たせと言って、5分以上の時は遅れてごめんねという気がします。時間に対して正確な日本だからこそ生まれた言葉じゃないかなと思います。2つ目の言葉は思いやりです。これは英語では kindness とか thoughtfulness とか consideration と翻訳されることが多いですが、思いやりは特に相手の気持ちを考えるという部分が強調されている言葉だと思います。例えば、道で財布の落とし物があった時に、もし私が落とし主だったら困るだろうなと考えて交番に届けるとか、公共のトイレを使う時、もし私が次に使う人だったら綺麗なトイレがいいなと考えて綺麗に使うことなどは思いやりのある行動だと思います。私は小さい頃、家や学校で思いやりの心を持つことがいかに大切かということをよく教わりました。日本では落とし物が高確率で戻ってきたり、公共の場所が綺麗だとよく言われることがありますが、この思いやりの気持ちを友達とか家族とか近い人だけでなく、知らない人に対しても同じように持つことの大切さを小さい頃から教えられることは、その要因の一つだと思います。最後に紹介するのは、きっとという言葉です。これは多分とかおそらくに近い意味の言葉ですが、客観的な根拠はないけど、話している人自身はいい結果が出ることを信じているという時に使う言葉です。例えば、明日はきっと晴れるよと言ったら、天気予報で確実な情報を見たわけではないけど、本人は晴れると信じているという意味になります。他にも、試験はきっとうまくいくよと言ったら、試験に合格する確かな保証はないけど、話した人はうまくいくと信じているというニュアンスになります。日本ではこのきっとという言葉にちなんだあるお菓子が人気です。なんだかわかりますか？正解はキットカットです。日本では高校入試や大学入試などの受験生にキットカットを送ることがよくあります。これはキットカットという名前がキットカツという言葉に似ていて、縁起がいいということから始まったそうです。多分でもなく、おそらくでもない、きっとという言葉が持つ
私はいい結果が出ると信じてるよというニュアンスが受験を応援するメッセージにぴったりなので人気なんだと思います。はい、というわけで今回は英語に翻訳できない日本語としてお待たせ、思いやり、きっとという3つの言葉を紹介しました。自分の母国語にはない外国語の言葉の意味を理解するのは簡単なことではないですが、そういう言葉と出会うことこそ言語学習の醍醐味だと思います。もし皆さんも翻訳できない日本語を知っていたら、ぜひコメント欄に残してください。さて今回もエピソードに出てきた単語や表現をいくつかピックアップして PDF を作りました。教科書ではなかなか学べない単語を選びましたので、概要欄のリンクからぜひチェックしてください。第3回田中ラジオの PDF は無料で配布しているので、まだゲットしていない方はそちらからダウンロードしてみてくださいね。お知らせコーナー。はい、今回はちょっとしたお知らせがあります。この田中ラジオのシリーズが YouTube だけでなく、ポッドキャストでも聞けるようになりました。Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts などで聞くことができます。もしかしたら今もポッドキャストから聞いてくださっている方がいらっしゃるかもしれませんね。田中ラジオを始めてから音声をポッドキャストにもアップしてほしいというリクエストをたくさんいただいていたので、ぜひ通勤・通学中や作業中など繰り返し気軽に聞いていただけると嬉しいです。お便りコーナー。はい、今回も田中ラジオに送っていただいた皆さんからのお便りを紹介しようと思います。まずはアメリカのライアンさん。日本に住んでいることの中で一番好きなことは何ですか？個人的には先ほどもお話ししましたが、落とし物が高確率で戻ってくることですね。以前、電車の中にスマホを置き忘れてしまったことがあったんですが、乗客の誰かが駅員さんに届けてくれたようで、無事戻ってきました。他にも傘とかいろんなものを忘れたことがあったんですが、ほとんど無事に戻ってきました。そうやって何度か知らない人に助けてもらったことがあるので、私も落とし物を見つけた時には知らんぷりせずに拾って届けるようにしています。次はブラジルのファビオさん。アイスクリームはチョコレートとバニラどっちが好きですか？とのことです。究極の質問ですね。どっちも好きですが、どちらかといえばバニラの方が好きです。この前、体調が悪くなってベッドから出られなかった時、友達がバニラアイスを買って家まで持ってきてくれたんですが、それが今までで食べたアイスの中で一番美味しく感じました。今アイスの話をしていたら食べたくなってきちゃったので、これを録音し終わったら買ってこようと思います。皆さんたくさんお便りを送っていただきありがとうございます。田中ラジオへのお便りは概要欄のリンクからお送りいただけますので、質問やメッセージを送りたい方はチェックしてみてください。それでは今日も聞いてくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。